こんにちは。皆さん、猫に話しかけることの重要性をご存知ですか？今日は、たくさん話しかけられて育った猫だけが見せる行動についてお話しします。実は、猫とのコミュニケーションにおいて、言葉が大きな役割を果たします。猫とのコミュニケーションの基本は、まず、声をかけることから始まります。猫は、人間の声のトーンやリズムに敏感で、積極的に話しかけることで、猫との信頼関係を築くことができます。猫は、私たちが思っている以上に、言葉を理解しています。特に、猫の名前や日常的な言葉は、猫が理解しやすい単語です。また、言葉のトーンやイントネーションが、猫の感情に影響を与えることも知られています。猫の育成において、言葉は非常に重要なツールです。一貫した言葉の使い方で、猫に安心感を与えたり、正しい行動を促したりすることができます。規則性と優しい声のトーンが猫の健全な成長には欠かせないのです。このように猫への話しかけはコミュニケーションの基本であり、育成においても大きな役割を果たします。猫の特定の行動とその背景について掘り下げていきましょう。一つ目は話しかけると返事をするです。猫に話しかけると驚くべきことに彼らは私たちに返事をすることがあります。これはたくさん話しかけられて育った猫ならではの行動です。では、その背景には何があるのでしょうか？猫は本来他の猫とは対言語を使ってコミュニケーションをとります。しかし人間との関係では鳴き声を用いることが多いです。猫の鳴き声は気持ちや欲求を伝える手段として発展しました。猫が飼い主に返事をする際の鳴き声はその猫独自の感情や意志の表現なのです。猫の返事は多様です。短くて柔らかいにゃーという声は挨拶や好奇心の表れであることが多いです。一方で長くて低い声は不満や要求を示していることがあります。猫の返事を理解することで彼らの気持ちや欲求をより深く理解することができます。猫との対話を深めるためにはまず彼らの返事に耳を傾け理解しようとすることが大切です。また猫に話しかける際は穏やかな声のトーンとゆっくりとしたペースを心がけることが重要です。さらに猫の体言語や表情にも注目し全体的なコミュニケーションを図ることがより良い関係を築く鍵となります。このように猫は人間とのコミュニケーションにおいて言葉だけでなく鳴き声や体言語を通じて様々な感情や欲求を伝えます。これらを理解し適切に答えることで猫とより深い絆を築くことができるのです。二つ目は呼ぶと寄ってくるです。猫が飼い主の呼びかけに応じて寄ってくる行動は信頼と絆の深さを示しています。猫は自然界では独立した生き物であり、通常は他の個体の呼びかけに応じて動くことは少ないです。しかし、飼い主との強い信頼関係がある場合、猫は飼い主の声に反応して寄ってくるようになります。この行動は猫と飼い主との間に築かれた信頼関係の証です。猫が反応する背景には安心感や安全感、愛情があります。日常的に優しく話しかけ、丁寧に接することでこのような信頼関係は育まれます。猫を呼ぶ際には穏やかで優しい声を使うことが重要です。猫の名前を繰り返し呼び、目を見て話しかけることで猫に安心感を与えることができます。また、呼びかけに応じた猫には撫でる、おやつを与えるなどのポジティブな反応を示すことでこの行動を強化できます。このように猫が呼びかけに応じて寄ってくる行動は飼い主との信頼関係の深さを物語っています。三つ目は猫から話しかけるようになるです。たくさん話しかけられて育った猫は自ら飼い主に話しかけるという特徴的な行動を見せることがあります。これは猫と飼い主の間のコミュニケーションが非常に進んでいる証です。猫が自ら飼い主に声をかける行動は猫の主導的なコミュニケーションの一例です。この行動は猫が飼い主との関係を理解し、自分の感情や要求を積極的に伝えようとする姿勢を示しています。猫が飼い主に対して自分から接近し、声をかけることは彼らの中に飼い主への信頼と親近感が育っている証です。猫からのこのようなコミュニケーションは様々な要求や感情の表現であることが多いです。
例えば、遊んでほしい、食べ物が欲しい、または単に愛情を求めているなど、猫は自分の欲求を飼い主に伝えるために積極的にコミュニケーションをとります。このように、猫が自ら飼い主に声をかける行動は、猫が飼い主を信頼し、安心している証です。猫と人間の間に築かれた深い絆が、この行動を可能にしています。猫が飼い主に心を開き、自分の思いを伝えることは、人間と猫の関係における、最も美しい瞬間の一つです。このように、猫が飼い主に自ら話しかける行動は、猫と飼い主との間に築かれた、信頼関係と深い絆の表れです。猫が飼い主に心を開き、自分の感情や要求を伝えることは、両者の幸せな共生にとって非常に大切な要素となります。4つ目は、甘え上手になる、です。たくさん話しかけられて育った猫は、甘え上手になるという魅力的な特性を持っています。猫は、飼い主との信頼関係が深まるにつれて、甘え方にも変化が現れます。例えば、飼い主のそばにじっといるだけだった猫が、次第に膝の上に乗ったり、体をすり寄せたりするようになります。これは、猫が飼い主に対して心を開き、安心している証です。また、飼い主の声に反応して泣く、目を細める、尻尾を振るなど、愛情表現も豊かになります。このような甘える行動は、猫と飼い主との間の信頼と安心感の進化を示しています。猫が安心して甘えることができる環境は、日々のコミュニケーションと愛情の積み重ねによって築かれます。猫が甘える行動を見せるとき、それは飼い主に対する絶対的な信頼と愛情の表れなのです。しかし、甘える猫に対しては適切な反応が求められます。猫が甘えてきたときは、優しく撫でたり、声をかけたりして応じることが大切です。ただし、猫が甘えたい時だけに限定して、猫の気持ちを尊重することも重要です。猫の様子を見ながら愛情を返すことで、より強い絆が生まれます。このように、たくさん話しかけられて育った猫は、信頼と安心感が深まることで、甘え上手になります。飼い主との間に築かれた深い絆が、猫の甘える行動を引き出し、共に幸せな時間を過ごす基盤となるのです。5つ目は、問題行動をしない、です。たくさん話しかけられて育った猫は、問題行動を起こしにくいという特徴があります。この背景には、信頼関係の構築、ストレスの軽減、そして安心した生活環境が密接に関わっています。問題行動はしばしば、猫と飼い主との間に、不安や信頼の欠如がある時に発生します。しかし、猫にたくさん話しかけ、積極的にコミュニケーションをとることで、猫は飼い主を信頼するようになります。この信頼感は、猫がストレスを感じる状況を減らし、結果として問題行動を起こしにくくなります。猫はストレスを感じると、爪研ぎや無駄泣きなどの問題行動を示すことがあります。しかし、定期的なコミュニケーションや愛情深い関わりによって、猫のストレスレベルは低減されます。このように、飼い主との安定した関係は、猫の精神的な健康を保ち、問題行動を予防する効果があります。猫が安心して暮らせる環境は、問題行動を起こすリスクを減らします。飼い主との定期的なコミュニケーションは、猫に安定感を与え、彼らが快適に過ごせる環境を作り出します。このように、たくさん話しかけられて育った猫は、飼い主との信頼関係が深まり、ストレスが軽減され、安心した生活環境が提供されることで、問題行動を起こしにくくなります。このことから、日々のコミュニケーションの積み重ねが、猫の幸せな生活にとって、いかに重要であるかがわかります。6つ目は、サイレントニャーをしてくれる、です。多くの飼い主が気づかないかもしれませんが、たくさん話しかけられて育った猫は、サイレントニャーという独特の行動を見せることがあります。これは、猫と飼い主とのコミュニケーションにおいて、重要な意味を持ちます。サイレントニャーは、猫が口を開けて、鳴き声を出すように見えるけど、実際には音が聞こえない行動です。これは、猫がリラックスしていて、飼い主に対して安心感を持っている時によく見られます。また、この行動は、猫が飼い主の注意を引きたい時にも使用されることがあり、非言語的なコミュニケーションの形と言えます。猫は声を出さないことで、飼い主に対してさりげなくコミュニケーションを取ろうとします。サイレントニャーは猫の気持ちを伝えるための
繊細な方法です。この行動は飼い主との強い絆と理解がある場合にのみ現れる特別なコミュニケーションの形です。猫がサイレントニャーをするとき、飼い主は猫の気持ちに注意を払う必要があります。この行動は猫が何かを求めているか、ただ単に飼い主の存在を感じたいと思っているかのどちらかです。猫のこのような微妙なコミュニケーションの試みを理解し、適切に反応することは猫との関係をより深めるために非常に重要です。このようにサイレントニャーはたくさん話しかけられて育った猫が示す繊細で意味深い行動です。猫とのコミュニケーションにおいては言葉だけでなく、これらの非言語的なサインにも注意を払うことが飼い主と猫との幸せな共生を築く鍵となります。今回の話を通して私たちが猫に話しかけることがどれほど大切であるかが明らかになったと思います。猫とのコミュニケーションは単なる一方通行ではなく、猫からの応答や行動に多大な影響を与えます。私たちの言葉は猫に安心感を与え、信頼関係を築く上で重要な役割を果たします。言葉によるコミュニケーションは猫にとって安定した環境を提供し、彼らの社会的、感情的発達に寄与します。猫は言葉のトーン、リズム、そして愛情を感じ取り、それに応じて行動します。猫は私たちの愛情表現を理解し、それに対して積極的に反応します。愛情深く話しかけられた猫は、より甘えん坊になり、飼い主との絆を深めます。このような相互作用は、猫の心理的な幸福感を高め、問題行動の減少にもつながります。猫とのコミュニケーションは、共に幸せな生活を送るための基礎です。猫への積極的な話しかけは、信頼感、理解、そして安心感を育みます。このプロセスを通じて、私たちは猫の様々なニーズを理解し、彼らの行動をより深く把握することができます。このように、猫とのコミュニケーションは、単に楽しい時間を過ごす以上の意味を持ち、猫の心理的な健康や行動に肯定的な影響を与えます。私たちと猫との幸せな共生は、日々のコミュニケーションの積み重ねによって築かれるのです。このチャンネルでは、猫の健康や飼い方に関する様々な情報を提供していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。